ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 バーレーングランプリ2024決勝 V カーブ角田裕樹をチームオーダーで逆転のリカルドは凄まじい焦りがあるの話題です。F1 バーレーングランプリはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが余裕のドライブでポールポジションからレースを勝利しました。2位にはレッドブルのチームメイトであるセルジオ・ペレス、3位にはフェラーリのカルロス・サインツが続きました。フェルスタッペンはレースが始まってすぐに独走態勢に入り、57周を決して振り返ることはなく、最終的にペレスに22秒の差をつけてゴールしました。今季のフェルスタッペンは一体何勝するのでしょうか。完全優勝も十分あり得ると思われます。ところでレッドブルの姉妹チームであるビザキャッシュアップ RB は前評判ほどの結果をレースでは得られませんでした。開幕初戦からのチームオーダー発動があり、早速チームに不穏な空気が漂っているようにも見えます。また感情的になる角田選手が注目されていますが、リカルドには全くの余裕のなさ、相当焦りが見られます。角田選手のレース戦略はいつも評価が低いのですが、このバーレーングランプリでもタイヤ戦略の拙さでポイント獲得の機会を失ってしまいました。ビザキャッシュアップ RB の戦略担当はカリーヌ・クリデリッヒという女性で、RB チームのピットウォールでよく見かけると思います。角田選手とリカルドはバーレーングランプリ終盤のチームオーダーによるドライバースワップについて意見が対立しています。角田はハードタイヤで G2 のケビン・マグヌッセンを追い詰めている最中、リカルドはソフトタイヤで角田選手の後ろに迫っていました。50周目に RB チームは角田選手に対しリカルドにマグヌッセンをアタックさせるためにポジションを譲るよう要求しましたが、角田選手は当初これに異議を唱えて1周後に順位を入れ替えました。リカルドはマグヌッセンを抜くことはできませんでしたが、そのまま13位で角田選手の前でゴールしました。この出来事の間、角田選手はスワップコールに対する不満をチーム無線で吐露し、クールダウンラップではリカルドに向けて車を走らせたようにも見えました。角田選手はレース後、 RB チームのオーダーが理解できないと語っています。角田選手はマグヌッセンを追い越そうとしたところでメインストレートで並んでいたところだったのに、最後の数周でドライバーを交代した。正直に言うとチームが何を考えているのか理解できないと語っています。リカルドはレース前のチーム戦略会議で、こういうシナリオはカバーされているのでドライバースワップは想定されていると述べています。新しいソフトでスタートするということは、新しいソフトでレースを終え攻撃的な最後のスティントをすることになる可能性が高かった。このコールはかなり予想されていたものだった。リカルドの話では実際にドライバーチェンジが発動する可能性があるかどうかまで具体的には会議で出ていたかは不明です。リカルドのコメント通りであれば、ソフトで最終スティントを俺が走る場合はポジションチェンジがあることくらいは察してほしいと言っているようにも聞こえます。レース中は少し感情的になり、より激しくなるのは知っている。この呼びかけは驚くべきことではなかった。リカルドは角田選手のことを感情的になり賢明な判断ができていないとしていますが、テクニカルディレクターのジョディ・エギントンはダニエルは最終スティントでソフトタイヤをうまく使って集団に戻ったが、オーバーテイクは容易ではなく前進するための周回数が不足してしまったと述べている通り、リカルドは頑張っても実際のところ角田選手の前に出れるくらいが関の山だったのかもしれません。このタイヤを履いていてそのグリップを少しでも発揮しようとしている時は明らかに全ての周回が重要なので、チームの呼びかけに反応する必要がある。まだポイントを獲得できる状況ではなかったので、
失うものは何もなかった。行かせて、それについて何かできるかどうか見てみるということだ。リカルドの言っていることはこの部分では間違ってはいないとは思いますが、ポジションにこだわりがないなら終盤のこのタイミングでポイント圏外でなぜチームオーダーによるポジションチェンジをしようとしたのか疑問は拭えません。リカルドはマグヌッセンを追い越せなかった後に RB チームからコールがあれば喜んで角田選手とポジションを交換しているとも述べています。結局のところ僕が13位だろうが14位だろうがそれを気にするドライバーがいるかどうかはわからないが僕は気にしない。しかしそれは実際にポイント圏内にいる場合に限られる。もし彼が私を9位で通過させて彼が10位か何かなら私が8位になれなかったらまた交換してくれるかもしれない。しかしそんな状況でも今日は問題ではなかった。正直リカルドの苦しい弁明だと思います。マグヌッセンを追い越せなかったならポジションを戻すべきでしたね。角田選手とは全くコンセンサスを得ていない状態ですから一体何のためにやったのか。ポジションチェンジしてかつ企画したチームやリカルドはその結果責任に全く触れていません。むしろリカルドはもう一周早く譲ってくれたら抜けたと角田選手に責任をかぶせているようにも見えますね。そのコールはすでに一周遅すぎたのだと思うがその後の彼の反応は遅すぎた。ソフトタイヤがこのような状況では毎周が非常に重要でおそらくすでに2周半のタイヤを失っていたと思うがそれが違いだったのかもしれない。ストロールを10位で捕まえることができたかというメディアの質問にリカルドは次のように答えています。いやせいぜい周を捉えたぐらいかもしれない。だからポイント獲得はまだ難しいが我々は何かを試みなければならなかった。我々は何かを試みなければならなかったというリカルドのこの言葉がいかにもチームのファーストだと自認しているリカルドらしい言葉だと思います。15周走っていたソフトで本当にマグヌッセンを抜ける可能性は残っていたのか。そこは曖昧なまま角田選手のコールへの反応の遅さにすり替えてるようにも聞こえます。リカルドは昨年から角田選手に遅れを取り客観的に見てもほぼ良いところはありません。経験値がセールスポイントなのは理解できますがドライバーに必要な速さという点ではすでに失われていて一昨年より昨年今年と急速に衰えているように見えます。その点からしてもリカルドは相当な焦りを感じていて単に角田選手の前でゴールしたかったというだけではないかというようにも捉えられます。チームの決勝後公式コメントではチーム代表のローラン・メキースはレース序盤は勇気がいい仕事をして10番手まで上がってくれたのでいい勝負ができたと思うと述べてテクニカルディレクターのジョディ・エギントンは勇気はマシンバランスも良くレース序盤は中団グループを順調に走りタイヤのケアもうまくできていたとポジティブな評価をしています。実際チームにとってバーレーングランプリで良かったことといえば角田選手のこれくらいなんですね。エギントンは角田選手のピットストップ戦略改善についても取り組まなきゃいけないとランスとシューが最後のピットストップ後の周回でアドバンテージを取ったことを含めレース中盤を詳しく見直す必要がある。このためにいくつかのポジションを失いレース終盤で挽回することができなかったと語っていますので戦略担当のカリーヌ・クリデリッヒとともにぜひ次戦のサウジに改善した戦略を見せてほしいですね。またリカルドについてはエギントンはダニエルは最初の 2,3 スティントでマシンバランスに少し苦しんでいた。ダニエルは最終スティントでソフトコンパウンドタイヤをうまく使って集団に戻ったがオーバーテイクは容易ではなく前進するための周回数が不足してしまったと指摘しているところからチームオーダー関係なくほとんど良いところがないことがうかがわれます。
エギントンの指摘通りならマグヌッセンを抜くタイミングまでにリカルドは角田選手の後ろに近づいていた時点でソフトタイヤを使い果たしていた可能性があります。そうすると角田選手のハードタイヤの方が速いので、角田選手が怒るのはもっともということになります。角田裕樹14位。レース中盤まではポイント圏内で走れていたと思う。その時はポイント争いをしていなかったので、レース後の分析で全てを見直して今後に生かしたいと思う。まだ第1レースなので理解する時間はたくさんある。メカニックたちは全てのピットストップで素晴らしい仕事をしてくれたし、戦略面でもっとうまくやれることがあればサウジのために見直して改善していくよ。ダニエル・リカルド13位。今日はポイント獲得には十分ではなかった。レース序盤はソフトタイヤのグリップが悪くてかなり苦戦した。ハードタイヤを履いた中盤のスティントでは少しペースが上がったが、とにかく苦しかった。結局新しいソフトコンパウンドの方がずっと良かった。ようやくペースが上がって集団に追いつくことができた。その時他の車の後ろに少し引っかかってしまいタイヤのグリップがなくなってしまった。ドライバー交代の要請は予想していたことで何の驚きもなかった。レース前にチームと戦略プランについて話し合ったが、ユーズドタイヤでレースをスタートした後、新しいソフトタイヤでレースを終える可能性が高かった。それはそれとして今はページをめくってみよう。もっと良くなるためにはどうすればいいのかが分かったから、来週のジッタでのレースには自信を持って臨める。ジョディ・エギントンテクニカルディレクター。いろいろな意味でフラストレーションのたまるレースだった。データを精査してライバルに差をつけることができたかもしれないポイントを見直す必要がある。ダニエルは最初の 2,3 スティントでマシンバランスに少し苦しんでいたので、その要因を理解する必要がある。ダニエルは最終スティントでソフトコンパウンドタイヤをうまく使って集団に戻ったが、オーバーテイクは容易ではなく前進するための周回数が不足してしまった。勇気はマシンバランスも良く、レース序盤は中団グループを順調に走りタイヤのケアもうまくできていた。しかしランスとシューが最後のピットストップ後の周回でアドバンテージを取ったことを含め、レース中盤を詳しく見直す必要がある。このためにいくつかのポジションを失いレース終盤で挽回することができなかった。しかし今夜のレースから全てを引き出すことができなかったと考えざるを得ない。これから来週のサウジアラビアグランプリまでにやるべきことはたくさんあるが、同時にレースが間近に迫っているため今回の反省をすぐに生かすチャンスでもある。ローラン・メキースチーム代表。全体的に集団がこれまで以上にタイトになったタフな土曜日だった。ジギチー争いは8台が絡む厳しいものだった。レース序盤は勇気がいい仕事をして10番手まで上がってくれたのでいい勝負ができたと思う。レースが進むにつれて順位を落とし終盤はライバルをパスするのに苦労した。最終スティントではダニエルにソフトタイヤを履かせマシンを交換してケビンとシューをオーバーテイクするチャンスを狙ったが最終的には及ばず13位と14位でレースを終えることになった。まだ第1レースであることは承知しているが、今日のマシンとペースをどうすればもっと引き出せたかを必ず見直すつもりだ。ファエンツァとビスターでは全員が懸命にプッシュしている。中盤で100分の1秒でも稼ぐことができれば大きな違いになる。 F1 バーレーングランプリ2024決勝 V カーブ角田裕樹をチームオーダーで逆転のリカルドは凄まじい焦りがあるの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。